レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。陽介、やっぱりシングルよりダブルの方がいいよな。何のことだ。いや、一旦合わせるか。まあ確かにそうだよね、まあ見栄えよくするんだったらやっぱり三角形に折るのがいいよな。シングル、ダブル、三角形。トイレットペーパーか。いやまあそれがマナーだよ。三角形になってないの俺見たの結構いいところで見たらムカつくもん。そんなにか。だってほらすぐ拭きたいのにさ、トイレットペーパー取れなかったら嫌じゃない？トイレットペーパーお前何の話してんだよ。いやだってシングルダブル三角形ってきたらトイレットペーパーでしょ。バカ野郎お前、スーツの話だよ。お前はすぐそっちに行くなお前。ややこしいな。主語を言ってよ。まあいいや、今日もすぐそっちに行く。まあ今日も掛け声教えてよ。まあそうだな、今日も掛け声教えてやるよ。掛け声はこれだ。おいえおえあ、あいおいあえいえ。おいえおえあ、あいおいあえいえ。分かったか。これで番組が勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、まもなくもです。う番組始まるんじゃないかお前。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。トイレットペーパー開口一番ベイベーファイヤーマサラカファイヤーマサラカ飲みすぎいや飲んでないんだよ。ファイヤーマサラカスパイアのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのマサラカをお送りしていきます。どういうこと？まずトイレットペーパー開口一番ベイベー。もう意味が分かりません。まあでもトイレットペーパーは合ってますよ。トイレットペーパーは分かる。はい、トイレットペーパー大量に買ってきてです。なるほど、もうかすりもしてないんです。ということで、なんでこんなトイレットペーパーの話かというと、今日10月11日はトイレットロールの日。トイレットロールっていうんだね。ね、そうなんだね。なんとトイレットロールの始まりは19世紀アメリカ。古いね。1853年にジョセフ・ゲイエティがシート状の製品を発売したのが始まります。日本には1924年に神戸市の島村商会が国内で最初にトイレットロールを発売したと記録されています。じゃあ今101年目ってことだね、日本で。いやーすごいね。だ去年が100年だ。100周年なんだ。なんかこだわりある人ですか？俺はめちゃめちゃありますね。何ですか？あれです。ふるさと納税を僕はしてて、それティッシュペーパーとトイレットペーパーは、でそこの、あるメーカーの、トイレットペーパーはマジででかいんですよ。だから1個のロールがワンロールがいつ終わんのこれっていうぐらい分厚くてでかいの。そう入んの？ホルダー入る、ギリギリ入る。ちゃんと設計されてるわけよ。もうだから上の蓋あるじゃん、ホルダーの、そしたらパコンって開くぐらい、もう最初こう上にパーンって開くぐらい上がるぐらいでかいんだけど、でもそのロールのやつはシングルなんだけど、なんていうの、圧縮度がすごいの。ふわふわが俺あんま好きじゃなくて、なんかダブルのなんかウォシュレットの水めっちゃ拭き取りますみたいな、ふわふわですみたいな、すっごい嫌で俺なんか、あいつとか言っちゃうとあれだけどあいつさ、ウォシュレットの水吸いすぎてさ、ふわふわ系だと、指がさ突き抜ける。わかる？そうビャッていくじゃん。いや俺結構いくじゃん。俺ダブル使わないもん。シングル派だもん。俺もシングル派。シングル香りなし。でもあれでしょ、普通に売ってるやつでしょ。普通に売ってるやつの俺もそのぶっといの。ぶっとい系の1個が大容量のやつ。そうもうね、じゃあ俺のトイレ今度来て使って。俺もうおすすめ。何がいい？いやだからシングルなんだけど、まずシングル俺は香りありで、そこの
まあ多分通常でも売ってるとは思うんだけど、そのふるさと納税で送られてくる大量のに買うんだけど、その時にその製品がいいでシングルなんだけど、なんていうの、ペラペラじゃないの、圧縮率がなんか高くて、そういうことね。バコンってなってるわけね。ギュッなってるのギュッてはいはい。そうだからペーパー1枚も、なんていうんだろうな、硬くもないの、硬くなくて柔らかいんだけど破れにくい、なんか圧縮されてる感じのペーパーを俺はずっと使ってる。それは何、ティッシュも一緒なの？ティッシュも同じ、そうメーカーのティッシュで、でもねティッシュは別に俺どうでもいいから、なんかあんなに大量にあるそれで鼻噛んだら痛そうだけど、そんなことない。そんなことないけどねみんなあれじゃない、ちょっとさふわふわ使いすぎて弱くなってんじゃね？肛門がってこと？違う、鼻の話じゃない今じゃあね、鼻の話してたよね今。鼻ね。いやいや、君が振ったのよ今鼻の話。ねえ、ちゃんとして。もういいよティッシュの話。はい、メッセージいただいてます。はい、ラジオネームデカめの小鳥さん。はい、ありがとうございます。今度知り合いが演劇に出るんですが、うん、何か差し入れを持っていこうと思います。はいはいはい、2人がこれまでもらった差し入れでセンスがいいってなった差し入れを教えてください。いやでもなんか差し入れってセンスもちろん問われるけど、やっぱりあれじゃない、その一発で食べれるもの、ああそうだね。ちっちゃい小梱包っていうの、1個ずつの梱包されてるもので、小分けにね、個包装なんて言ったの？小梱包人のこと言えないよ。あ、小梱包。いや1個ずつ梱包されてるんじゃん。それを個包装っていう。そうまあ個包装されてる、一口で食べれるお菓子とか、そうね、クッキーとか、いやでも演劇とかだったら喋るから、そうパサパサ系はマドレーヌとかいいんじゃない？そうね、ちょっと油分のあるものじゃない？だからパッて食べれる、食べれて、当たり外れも特にない。でかつその参加してる人たち、出演者の人たちにどうぞって置いといて、みんなが軽くポンポンって持っていけるぐらいの感じのやつじゃない？いや自分一人で食べなくてもいいやつ、みんなにどうぞって言えるやつ。もう一回いきます。ラジオネーム豆さん、よすけさん、ケッツさん、はじめまして、高一です。今度初めてライブハウスでライブをします。すごい。サムライハートやります。エールください。頑張れ。いやこれすごいね。ね、初ライブ緊張するだろうな。覚えてる？初ライブ自分の。だからライブハウスでの初というのか、ライブハウスを初。ライブハウスね、覚えてるね。ギターだった俺その時。それはバンド。どうだった？って感じ。いやそれは終わった後の感想でしょ。やる前の感想。やる前はもう俺がスーパースターだ。ギターヒーローだ。いやあれだよ、ボーカル要素持ってるね。今日一番うまいギターは俺だっつってで終わった後にやっぱ先輩うまいんだ。そうよね。いやでもあれですね、出るからには俺が一番だって出ててほしいですね。そう、それはね、結果としてミスろうが何しようが、そうライブハウスで見てる人、まあ言っちゃうとなんだけど、そこまで細かな音聞こえないから。そうだね。いろんな楽器が鳴ってで歌も鳴ってってなってるから、まあ歌ぐらいだね。そうね、歌はまあね聞かれるかもしれない。歌も結構もう爆音で消される時もあるしね。そうね。だから自分だけだね。自分の反省点はもちろん持ってていいんだけど、だから豆さんが好きなアーティストになりきった気持ちで出ればそうね、一番いいかも。だからそれスパイアだ。だから俺ユージになりきって、あれギター？わからん。勝手にギターだと思う。もみけんなりユージなりケントなり陽介なり好きにやってみてください。めちゃくちゃライブ映像を見ていただいてね。そうこうやって動くんだって、こうやってやってんだよっていうのでいいと思います。やってみてください。いや頑張ってください。頑張ってください。はい、頑張ってください。応援してます。じゃあ今日はこの曲を1曲目になりきっていただいていきましょう。スパイアで Just Like This 2024よりサムライハースパイアのバサラカ。お送りした曲はスパイアで Just Like This 2024よりサムライハートでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。
友達の話なんですけど、はい、このコーナーは、はい、周りの友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。はいよ。あんたの話でしょってことは言いません。なんてあんたの話でしょなんてことは言いません。はい、言いません。友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。今週もいただいております。はいよ。ラジオネーム、エスコさん。はい、ありがとうございます。ケンタさん、よすけさん、こんばんは。こんばんは。これは、JLT2025 に参加した友達の話です。おー、最近ですね。2日間最高のライブに参加した友達は余韻に浸りながらホテルまで帰っていました、ホテルに到着し手を洗おうとユニットバスに足を踏み入れた瞬間、違和感が、あれ床が濡れている、恐る恐るトイレの蓋を開けてみると、水が溢れているではありませんか。そうです、大量にトイレットペーパーを流した友達はトイレを詰まらせたままライブへ出発していたのです。焦った友達はフロントへトイレを詰まらせてしまいました。ラバーカップを貸していただけませんか、と連絡を。無事に借りることができ、これで解決するだろうと一安心、しかし数十分格闘しても詰まりは解消されません。再度フロントへ、全然うまくできなくてこれどう使えばいいのですかと連絡を入れると部屋を変えてもらうことになりました。よかったよかった。焦りやら恥ずかしさで、その日の夜はあまり余韻に浸れなかったみたいです。そりゃそうだ。翌日はしっかり余韻に浸りながら帰宅できたみたいですが、あくまでも友達の話ではありますが、最高のライブをありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。いや、なんかいろいろ想像するな、その苦しい気持ちになるすごいいや、これはしんどいわ。だってしかもさ、2日間参加してで、まあ言うて疲れ果ててるわけじゃん、帰りもさ、でもあとはもうね、お風呂入って、もうすっきりして、終わりだぜって思ってたところでさ、ビチャッつってさ、そこの真横とかにさちょっと固形物なんて浮いてったもんならさ、もうしんどいよ。いやでも結果的に部屋を変えてもらう、まあね、だから多分あれなんだろうね、多分あったからそれが、だからすぐ変えてくれとは言えないよね、それ。まあな、そうな。そう。いやでもまあ部屋変えてもらってよかった。空いててよかったね、部屋が。確かに。これ空いてない場合ね、どうすんのって夜中までかかる可能性あるから。確かにね。いやー、気をつけていただきたいね。え、いやこれはすごい嫌だわ。トイレットロールは適切に、そうっすね、本当空いてなかったら大変なことなんですよ。いやー本当です。はい、お疲れ様でした。続いていきますか、ラジオネームジュニさん。はい、陽介さん、健太さん、こんばんは。友達の話なんですが、ある日電車の中でスパイエアを聞いていた友達、すると急に目の前にライブハウスの光景が。ステージ上にはスパイエア、ヘイヘイ言ってる私も言うぞ。タオルを回しながらヘイヘイ、ゴツン、あれ壁がないのに手がぶつかった。急に晴れる視界。そう、私は電車の揺れもあり、夢うつつでライブハウスの夢を見て現実で声を出し手を振ろうとしていたのです終電近くだったので周りに乗客はおらずなんとかなりましたが、唯一正面に座っていたサラリーマンから心配の目を向けられてしまいましたあくまでも友達の話です。いや、素晴らしい、はずい、素晴らしい話。これ恥ずかしいね、だいぶ。だからそうね、そう、もううとうとしながらガラスにぶつけたんでしょ、電車の。きっと本当に夢の中で見てるものって体で動くんだね、動くんじゃない？でもさ、夢で見てる時ってさ、どっちが主導権握ってるかわからんくない？わかんない。体が勝手に動いたものを夢にしてる可能性もあるし、夢で動かしたのを体が反応してる可能性もあるし。確かに。結構さ、ネピクってあるじゃん。ある。眠りの導入時にこう、起こる、グッてネピクとかするとさ、結構夢でさ、落ちてる夢とかさ、何かから見るときあるじゃん、でもそれはさ、肉体の反応から夢を見てるから逆パターンじゃん。あ、そうなんだ。そう、ネピクってするんだって、絶対に体が。あれでしょ、血流が止まんないようにとか、とか、なんかバランスが崩れてる時にそれを戻すためにとか、だから夢主導ではないじゃん、ネピクの夢って。ああ、そういうことか。そう。でもこの場合多分さ、夢主導じゃん、そのスパイア聞いてて、脳みそに曲がぶち込まれててその自分のいたライブの映像が、回想がこう記憶が呼び起こされて、それ主導で多分体がいったってことだから、だからおもろいよねって思う、夢って。確かに、だからちょうどサムライアート聞いてたんだろうね。聞いてたんだろうね。でかかってきちゃったから、で夢ライブを見たことあるから、だから結構曖昧なところに意識がいた。そう多分
恥ずかしいわこれいやは。ー恥ずかしいねよかったでもサラリーマンだけで。ね、乗客が確かに前の人がいきなりゴンってやったらそう。ってなるもん。いやでも横にいたら人が、横の人殴ってた可能性あるからね。よかったよ。終電近くでよかった、不幸中の幸いです。ということ面白いでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしてます。それでは今日はラジオネームジュニさんの友達の話からこちらを選曲しました。森口博子さんでサムライハート。スパイエアのバサラカ。お送りした曲は森口博子でサムライハートでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もお悩み届いております。ラジオネームスターダストさん。ありがとうございます。陽介君健太さん、お悩みを聞いてください。2人は髪型のセットにどのぐらいの時間がかかりますか？僕は30分ぐらいかかっちゃいます。美容師さんがやってくれたのを写真を撮って残しているのに全然再現できません。というのも社会人になってからまともに髪型をセットするようになったので、経験値が浅いからではないかと推測しています。セットのコストがありますか？最近俺はね長い伸びたから髪がセットしようとすると。で俺も伸ばしたことないから経験値浅いから一緒よ。スターダストさんと一緒今俺。本当。俺より絶対経験値もう踏んでるよ。でもねこれみんな思ってんじゃない？言うて美容師さんがやってくれた髪型に一向にならないっていうのは全員思ってんじゃない？ならないもん、プロだもん。そう。でもなんかワシャワシャしときゃなんとかなんだよ、使ってるワックスが悪いかも。まあそれもある。でもそれも経験値だからね。いろんなものを使って、だから意外とあれかもね、ワックスとかをさ、その大きいの買うんじゃなくて、なんかトラベル用のあるじゃん、いっぱい。ああいうのを一回使ってみる、いっぱい。あとね、ワックスもやっぱ値段が物を言うから。そりゃそう。高い方がいい。そう。高いので、長さにもよるな。でも長さにもよるけど、ガチガチに固まるやつはやめた方がいい。そうね。ぐらいかな。ぐらいかな。まあでもこれもな、分かんないな。その人によるからね。ワシャワシャして長いんだったらワシャワシャしてでも社会人だからそんな長くないと思うよ。そうだね。社会人の多分男性だと思うから。長くて健太ぐらいだもんね今の。そう。ワシャワシャして髪を爆発させた状態で、コームってあるじゃん。コームのさ絵がさ、とんがってるやつでこうシュッシュッシュッってもう振り下ろせれば大体なんとかなるらしいです。あとはもうなんかもういいんじゃない？セットしなくて。いやダメよ。社会人だからちゃんとやんなきゃいけない。社会人のセットってさ七三ってこと？違う。あれじゃあ今は多分なるべく耳は出しましょうみたいなのあると思う。黒髪で。だから美容師さんがどういうセットにしたか分かんないけど、そんな長くはないと思うから、なんか形さえキープすれば大丈夫。だからバランス悪くなくなればあとは何でもいいと思うな。だからその束感とかなんかそういうのは一回二の次にして、そういうのはなんか特別ななんかそれこそデート行くとかなんかね、そういう時ライブとかなんかそういう時だけでいいと思うから、形ね、形頭の一旦だからもうとりあえずなんかオイルとかヘアバームとか説得力がない、でもツヤは出る、ボサボサ感は出ないみんなでバーってとりあえずまとめちゃって、で時間がある時にちょっとやってみる、練習してみるってね。それいいかも。がいいかも。続いてラジオネームかぼちゃさん。健太さん、陽介さん、 GLT お疲れ様でした。現地参戦で最高の2日間でした。2017年からの連続参戦記録もまた更新できて嬉しい限りです。ジャストライクディスでバディを聴けたのが嬉しかったのですが、個人的な理由があります。私はボーカルレッスンを数年続けていて、今度小さなライブハウスでフルバンドでバディの歌唱を披露します。今ステージでの表現といろいろと考えているのですが、これは重要ということを一つ教えていただきたいです。元気歌唱をなかなか苦戦していますが練習に励みます。また生でバディ聴けたら嬉しいですと。いや女性の方ですね。素晴らしい。どうですか？素晴らしい。いや B メロのやっぱクラップじゃない？誰もが好き勝手のあそこの歌で、その
クラップでだんだんさ心拍数を上げていく。サビに向かって。そうでサビでドカーンってやれば、あとはもう問題だって問題ではない。なるほど。すごい俺今適当だな。適当だよ今。はあって思ってるよ。でも、問題だって問題だって言ってる歌だもん。いいのそれで。いいの。いいならいいよ。俺はボーカリストとしてそれでいいならいいと思うよ。まあなんだろうね。バディでもあそこかな。ギターソロ前のフェイク。イエーイなのあそこはちょっとマイクをカッピングして、だからちょっとこう囲ってマイクちょっとこうラジオボイスっぽくやる。まあでもあんまやりすぎるとライブハウス多分羽織るから。そうね。うまい具合に。だからマイクにまっすぐ声を当てない。だからマイクの俺は右下ぐらいを狙ってそれはやるから。でそれもじゃあ自分の声と相談して。そうで、あとあれだ MV であそこ俺なんか膝ついてるなーってやってる。それをやってみるとか。膝ついてライブ中に。いいね。いいと思う。そのぐらい入りきっていいと思うわ。そう、結構バディカロリー高いもんだ。高いねあれは。だからなーぐらいの時結構しんどくなるから、あそこでもうぐわっ膝をついちゃうってそのぐらいね。そう、いいんじゃないですか。でいいかな。確かにそれはそうかも。いや頑張っていただきたいね。聞きたいね、女性が歌ってるバディね。今ちょっとこのどうだったかっていうのも教えてくださいね。教えてください。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで大幅広く募集してますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでバディです。今日はこの曲乗っかりながらエンディングです。はい。もう来週は生放送。そして漢字を送ってくださいね。皆さん、どのぐらい届いてるのかね今ね。わかんないですけど中学漢字ぐらいですね。そう来週10月18日、土曜がなんと半年ぶりのスパイアのバサラカ生放送です。お願いします。当日はケンタの漢字クイズ。ケンタのではないけどね多分ね。ケンタ陽介の漢字クイズね。ケンタでも俺のことは置いといて、ケンタが読めなさそうな漢字っていうのを中学漢字ぐらいで、ちなみに採用された人には僕らが自腹でグッズを買って送ります。そして最後ね、最終問題に採用されたから私物プレゼント。はい。そのぐらい気合入ってるからね。気合入ってるから皆さんも気合の入った漢字を送ってください。そして、来年2026年も全国ツアー開催決定しております。こちらもよろしくお願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。